面白かったね。中村智恵さんがアドバイスも。足がはい、足が。足にね、本当に寝てる人がいたみたいな。演技かなって思っててね、すごいなんか一人めっちゃ演技上手い人いるって。俳優だと演技うまい。はい、モノマネしてください。はい。さあ3、2、1。これは彼らがいつかたくさんの人に応援してもらえるスターになり、夢の舞台に立つべくさまざまなミッションに挑戦する番組、題してはい、ミーマイネイジです。皆さん、金曜ドラマドリームステージ次回最終回です。ついに来たね。はここまで来ましたね。い。今日のミッションは何でしょうか。はい今日のミッションは金曜ドラマドリームステージこれまでのストーリーを語ろうスペシャル。はい。はい、さあ今日は5話から8話までの中であのシーン好きだった、撮影してる時こんなことがあった、実はこうやって撮影したというエピソードをぶちゃけてください。はい、わかりました。行きましょ早速第5話からいきましょうか。5話はやっぱりどよくくん。は問題がある。問題でしたねあれ。題がある。どよくんのシーンがたくさんありますね。い。いろんな場所をなんか行ってなんか団子も食べてなんかはい団子を食べた記憶だけ。だけ？食べただけじゃ問食べ題にならない。た記憶だけですね。あ寿司あれ。日本人が並んでんのにずうずうしいんだよ。あなたなんでそんなこと言うんですか。30万それで手打つから誰にもバラされたくないだろう。悪い人悪い言お茶葉ね。とかお茶もあれどうやって本当に難しかったです。口の部分をパンしてなんかかからないといけないから綺麗に。中身ない状態で練習したり。練習かかるようにね、倒れるように練習して。 NG。何回した10回あーいっぱいしたね。話してください。話してください。うわお前何すんだよ。お前こそはまた騒ぐ気か。カット。はい、オッケなんか一番難しかったセリフとかある？あなたなんでそんなこと言うんですか。上手じゃん。ですけど日本語は難しい。うん難しい。はい大丈夫でした。でも本当に悪いお兄さんが怖くて。本当に怖かった。俳優さんが本当に怖くて。俳優さんが本当に怖くて。ですね。でももうカットしたらめちゃくちゃ優しい人です。本当にそうらしい。はどよくんが言ってました。トラブルもありましたけどどよくくんの。うん。そっからね僕たちが間に合わなかったよね。そうですあれね。番組にね。そう番組間に合わなかったけど東さんの起点を聞かせた屋形船。屋形船が。早く乗れ。衣装もメイク道具も全部揃ってる。好きだから Love you, love you like a shining little star ずっと all night and day 僕はね基本的に船とか乗ったことあるけど酔わない人だったんだから大丈夫だったんだけど、僕は大丈夫じゃなかったです。本当に船酔いするのでちょっとね難しかった。怖かった。難しかった。怖かったしちょっと難しかった。 제가 하고 싶은 마음이 없어요. 안 돼.
뭔가 크라크라します 그냥 올라갑니다. 사오는 물고기가 사오는ですね だってカッタ入るたびに出てったもんね。ずっと出て出てきて波来たら5話の努力が東京の案内マップするシーンあったじゃん。そこの時なんかみんなやっぱり東家で寝てる中なんか本当に寝てる人がいたみたいな情報が来ましたけど、誰？聞こえましたね。いびきとかね。最初演技かなって思ってて。ね、すごいなんか一人めっちゃ演技上手い人いるって。演技うまい。カットです。ユンキ君カットです。演技ありがとう。楽にはい、オッケー。はい、じゃあジムからします。はい。カット。カット。行くんなら代わりに。もうだけ。된다。下がります。 진짜 기억이 안 나. 本当に寝た人がいる。本当に寝ました。やばい。でもなんかユンキだけじゃなくて僕たちもなんか出てた。そうだね。でもなんか僕のセリフ前はゆうやくんのセリフがあったんですけど、なんかちょっとなんでないな。いつ寝てた。散々人に言っといて僕も寝てますからね。寝たことある人。はい。全部。監督すいません。申し訳ない。第6話どうですか？どうですか？どうですか？演技が結構ね。やっぱり演技のメイン。どうだった？泣いたもん僕親子とかの話だったから、なんかお父さんも最初めっちゃ悪い人じゃんと思ってたけど、ユンギ君と同じでツンデレめちゃくちゃツンデレでね、韓国でめちゃくちゃ有名な俳優さん、チェジンホさんでした。チェジンホさん。 저 다음 공연이 잡혀 있어서 그런데 그때까지만. 언제까지 인생을 낭비할 거냐? 너나 좀 없어도 대신할 사람 얼마든지 있잖아. 드라마의 뭔가撮影が 그 뭐지 하지메르 토끼? 그러니까 기운이 히토가 変わって 소리가 めちゃくちゃ怖かったです。すぐね。アドバイスもめっちゃもらいましたね。どんな周りのスタッフさんと監督さんにちょっと待って今ユンギの表情がもっとできるように僕がするからはいちょっと待ってくださいって言ってもっと感情表現できるようにどうするかをいっぱいアドバイスもらいました。ありがとうございます。いいじゃん。頑張ったね。めっちゃ頑張った。なんか6話の中で僕が転ぶシーンがあったんですけど、その中で中村倫也さんがなんか横でアドバイスも一回しましたね。転ぶの時、どんな転びをしたらよくなんか自然な感じが見えるか教えてくれました。難しいですよ。足だけピコッてすると転んでるように見える。なんかただこうじゃなくてなんかこれを足が足が足にね
これをしたらもっと表現が自然な表現ができるとこれを教えてくれました。ありがとうございます。すごい。なんかユンギ君とお父さんと一緒になんか助けて。なんかユンギ君が僕らにありがとうございましたと言った時、僕が写真を持ってユンギ君にあげたんですけど、なんかこのシーンも好きだった僕は。これを届けに来たんだ。僕らはずっと仲間だよ。写真の上に一人ずつユンギ君にメッセージを書いて、辛い時も苦しい時も僕らは仲間だから。いやいい言葉じゃん。仲間というセリオが好きです僕は。仲間。あの文字もなんか一人ずつ本当に書いてたメッセージね。自分で書きました。一回自由に書いてみてってやったらそれが多分採用された。そうだ、2枚買った。そうそうそう。すごい感動の話だった。よかった。じゃあ第7話はどうでしたか。いや7話ですね。パク PD うちの事務所に。せっかく5話と6話でユンギ君が戻ってきたけど、結局また2人結局まだ2人クビになっちゃうみたいなね。なんではいまたです。感情とかぐちゃぐちゃになって複雑とかになって喧嘩のシーンいっぱいありましたね。そうなの。1週間だ。1週間後ネイズセカンドオーディションを行おう。現実見ろって言ってんだよ。2人とも喧嘩しても何も生まれないじゃないですか。セカンドオーディションやるってなってから結構短い間で。そうそうそう。1週間。はいはいモノマネしてください。あとさんせーの。3、2、1。1週間だ。で怖かった。いやまた見れて嬉しい。それからがめっちゃ喧嘩しました。そうですね。いっぱいありました。東さんの家でみんなが喧嘩した時はすごく怖かった。あのシーンは一番好きなシーンです。ぜひチェックしてください。あのシーン見てください。他にも7話は皆さんの恋バナ聞きましたね僕たち。そうです。わ伝説のシーンですね。伝説の初めての僕たちのキス顔流出。水族館か。暗い水族館の通路で手と手が当たっちゃったりして、手に汗かかないようにハンカチ握ったりして、水槽で魚たちが踊って見とれてたら転びそうになって抱き留められちゃったりして見つめ合っちゃったりして、そしてその後。あれ自分たちで考えたんだよね。ポーズとか。そうなんか割とうまかったんだよ多分。割とね。いやでも一番上手な人です。いやすごい。首は一人だけ首で一人だけなんかキリンみたいに。僕テストの時なんかこっそりして見たんですけど、みんなめちゃめちゃ面白くて僕笑っちゃいました。君が一番面白いよ。写真が。面白かったね。みんな上手でした。ちゃんと見てください。ちゃんと見てください。ドラマでめっちゃ好きなシーンです。恥ずかしいけど、はい。8話はどうだった？ 8話やっぱり東さんが僕たちのために今まで頑張ってきてくれて、
信じたかったけど、そうあのフェイクニュースのせいで僕たちも不安になっちゃって、さすがにニュースに出たらね。初めて東さんとの喧嘩のシーン、やっぱ8話はそこだよね。やっぱそこじゃない？ 8話ではすごい辛かったな、あのシーン。なんか今までドラマ撮影してきた中であのシーンはやっぱり一番と言っていいんじゃないかな。僕はすごい辛いシーンだった。辛かった。全員やめちまえ。見てるこっちが恥ずかしいわ。ストップ。もう一回。お前みたいな最低な人間についていけるか。うざろ。やっぱゴンちゃんとかもあのシーンで結構アクションとかもね、頑張ってたね。アクションの監督もいて、東さんの中村倫也さんのこうやってよーはい。はい、これだ。はい、オッケー。はい、じゃあ。はい、作業いきます。だんだんこっち行ってます。難しかった。めっちゃ難しかったです。頑張ったね。けどよかった。頑張った。その時も東さんがアクションの手助けというかアドバイスしてくれて、僕たちに僕とアト君の背中をトンって叩いた瞬間になんか僕が抜けて、僕も後でナム社長が来た時に抜けて、そうみたいな合図とかも。はい、ゆうや飛びます。やるから。ゴンちゃんも出てって、ゴンちゃん。僕がなんかお芝居しながら本当に殴れてやっちゃったんだ。本当にやっちゃいました。本当にやっちゃってちょっとだけ血が出たんですけど。ごめんなさい、やめなさい。もういいから帰ろう。ありがとう。これリアル？大丈夫か？大丈夫か？やるなって。骨は痛い。大丈夫です。ちょっと気をつけた。エライザさんにめっちゃ怒られました。こいつ本当にやったよって。それでね、週間ランキング僕たち頑張ってようやくついにです1位です。でも喜べなかったね。喜べなかったね、心からは。東さんがいないから。そう。これまで僕たちは今までたくさん学んできましたね。演技もダンスも歌も全部。それが最終回に詰め込まれた。楽しみだね。次回最終回ということで。東さんが戻ってくるのか、戻ってこないのか、どうなないのか。東さん帰ってきてほしいね。欲しいです。欲しいね。欲しいですね。帰ってきて、東さん。帰ってください。来て戻ってください。帰ってください。はい。金曜ドラマドリームステージは最終回は3月13日夜10時です。ぜひご覧ください。俺がいたらネイズも叩かれる。だから俺は消える。バカだから。もっとバカでかい夢が見たいんです。俺たちが東さんに夢を見せる番だよな。バカ、本当に来ないつもりなの？ドリームステージ金曜夜10時。ぶちかますぞ。実家の庭から石油が出ますように。